こは嘉手納基地のゲート入り口付近です。軍雇用員が、勤務を終えて車で帰宅する光景です。第1章を金網の記憶と私は名付けました。米軍記憶を米軍基地を囲む鉄条網のことです。私が8歳の時にはこのような大きな道路はまだありませんでした。しかし日本復帰前1971年頃に大きな道路がここにできました。1968年当時、この道路までは昔基地だったのですが、あの白いガードレールまでは金網があったのを覚えています。ここがアメリカ人少年たちとフェンスを挟んで石を投げ合ったところです。もう50年以上も前のことです。あれから長い歳月が流れました。いつの間にか私は初老を迎えました。しかしどんなに時期が経っても私の記憶の原点として、金網とそこにいた沖縄人とアメリカ人の少年たちが今でも輝いているのです。ここはゲート通りと言いますが、アメリカ人相手の店が今でも多く並んでいます。沖縄というよりは少し危険なロサンゼルスの古いダウンタウンのようです。この風景は昔とあまり変わりませんが、お店は基本的に英語です。パティシエ店と、タコス店が並んでいます。パティシエ店とタコス店が、並んでいます。道路の反対側にはボンベイテーラーズというお店があります。インド人が経営する洋服店です。小座の町では多くのインド人がアメリカ人相手の洋服店で生計を立てていました。私たちは幼い頃からインドの人を見ると洋服店の人だとすぐ感じました。他にも何のお店か分かりませんが、英語の看板のお店が目立ちます。これはですね、ドルと円の両替センターです。隣のこのお店、ここはですね、ジェントルウェンズクラブとありますが、このお店にはですね、昔の歓楽街の名残が残っていますね。そしてですね、道向かいにはこのようにして、質店があります。今は日本語のお店も昔はですね、外人相手でパウンショップと看板を開けていました。その隣に、またインドの人の洋服店がまたありますね。やっぱり洋服店テイラーが多いですね。インド洋服店とあります。そしてですね、タトゥーショップ入れ墨店ですね。これなどまるで外国ですね。後でご紹介しますが、少し離れたところにセンター通りというもう一つのアメリカ人相手の歓楽街がありました。そこに比べるとゲート通りはまだ洋服店やレストランが多かったような気がします。この2つの通りは昔も今もライブハウスなどで音楽が盛んなところです。このように、テイラー、レストランなどが多いのが特徴ですね。メガネ店もありますね。ゲート通りの街並みです。これがですね、
実は私が生まれる前から営業しているレストランなんです。今でも営業していてですね、メニューは日本語と英語が併記されています。建物が非常に古いですよね。この古いレストランはですね、1971年12月22日夜に発生したコザ暴動の目撃者でもあります。ここは嘉手納基地のゲート入り口の方ですので、ここで、暴動が起こったんですね。ゲート通りを離れて一番街に来ました。ここはゲート通りとセンター通りに挟まれた沖縄人の地域でした。当時はコザ中央商店街と呼ばれて、アーケードはまだありませんでした。昔はこの辺は沖縄第二の繁華街で多くの買い物客で賑わっていました。今では閉めているお店が多いです。人々の関心が失われた街の姿でもあります。この辺などシャッターがいっぱい閉まってますね。これが私の住んでいたところですが、ちょうどここがですね、私の住んでいた実家です。父がですね、私が17歳の時に心臓発作で死に、家族も衰退して、家業も衰退して、1977年に、私の家族はこの商店街を去りました。もう40年以上前のことですね。この当時は新しかったアーケードもすでに閉まっています。沖縄人の商店街を抜けて、今度はセンター通りと呼ばれていたところに来ました。最初のゲート通りはまだ昔の面影をとどめていますが、センター通りにはその面影がありません。しかし建物だけは昔のままです。昔この一帯は栄えていました。やはりコザの繁栄は1965年から始まった米国の、ダナン上陸から1975年最後の陥落で、コザの衰退が始まった。では私と一緒にセンター通りに入ってみましょう。左側にコザ小学校と、看板が立っているのが見えますね。ちなみにその看板の上にはプロバスケットボールチーム琉球キングスのフラッグが上げられています。私が小学校3年生だった1968年当時、このセンター通りはアメリカ軍人で溢れていました。特にペイで給料日ともなるとですね、夕方には兵士たちがここに繰り出しました。アメリカ人相手のクラブが多いこのセンター通りは歓楽街でした。このお店の錆び具合からあの頃の繁栄は見えませんが、とにかく米軍兵士がドラム缶いっぱいのドルを落としていったと言われたのが、この通りです。当時私はランドセルを背負って学校からの帰り道でここを通ったのですが、背の高い外人さんを見上げながら歩いたものです。ゲート通りとセンター通りは白人の町でした。もう少し北に行ったところに照屋地区がありました。ここは黒人街でした。彼ら兵士たちは戦争の疲れと恐怖を忘れるため、酒と麻薬、女に溺れました。当然ながらコザの治安も悪かったです。強盗や
レイプだけでなく殺人事件も頻発しました。銃を持つ外国人犯罪者に銃を許可されていない琉球警察官が警棒で追跡をしていたのです。そう、ここは当時日本で最も危険な地域だったのです。ここは沖縄市の隣にある北中城村のキャンプフォスターという基地です。右側に日本国旗と米国国旗が並んで掲揚されているのが見えました。ここはですね、陸海空海兵隊の4軍の総司令官があるところです。沖縄では有事の際には2時間で紛争地への派遣体制を整えます。その指令を発せるのがこの司令部です。この一帯は日本ではありません。アメリカ合衆国です。米軍基地の間にこのように日本の、国道330号線があるのです。この一帯は上去と呼ばれるエリアです。基地内のアメリカ人用のショッピングセンターやレストラン、映画館、ボーリング場などの施設があります。そう、この情景なのです。私がこの小説第一章金網の記憶冒頭に書いたアメリカ人少年と沖縄人少年がこんな情景の金網を経て隔てて罵声を浴びせ石を投げ合ったのです。この光景は、50年以上前の私の記憶と全く一致します。私の小説第一章もこんな金網を挟んで米軍の兵士と、米軍の守衛兵士と基地反対の沖縄人がやり合って沖縄人は銃剣を突きつけられました。そんな時代でした。